はい、ドスンと皆様どうも、ケンジでございます。本日ご紹介させていただくものはこちらですね。マーベルレジェンドのエレーナ・ベロワとブラックウィドウになります。まあこっちもね、ブラックウィドウっちゃブラックウィドウなんですけども、でこの2つは2体同時発売ではなくて、こっちのエレーナの方だけが先に発売されていたものになりまして、このパフアダシリーズですね、全6体発売されたうちの1体がこのエレーナで、こっちのナターシャの方はこれは多分単体で発売されたやつだと思うんですけども、まあこの2人はね日光一だろうっていうことで2体同時開封していきたいと思うんですけども、でこれですね、パッケージにカバーアートを用いてきてるという箱、捨てれないパターンのやつですね。でしかもこのナターシャの方、これね頭部が2つついてきて合計3個でそれぞれ表情が違うんですね。でしかもね、これ写真見る限りこっちのエレーナの方はいつもの女性素体に見えるんですけど、こっちはねなんかちょっと違うように見えるんですけど、その辺の方も比較していきたいと思います。それでは開けていく。ではまずナターシャブラックウィドウの方から見ていきたいと思うんですけども、この頭部がねめちゃくちゃよくできていまして、デジタルプリントでしょうね。でね、まあ美的センスはねその国々で違うと思うのでどうこうは言いませんけども、少なくともね今までのブラックウィドウの中では一番よくできているんじゃないでしょうか。髪の毛の造形塗装も素晴らしいと思います。2つ付属するヘッドパーツの1つのちょっと口角が上がって笑顔になった表情のヘッドパーツなんですけども、まあ出来そのものは素晴らしいですね。素晴らしいんですけども、ナターシャのイメージとはちょっと違いますかね。まあナターシャスパイなので偽りの笑顔とか設定したらなかなか遊べるヘッドパーツではありますね。そしてこちらがもう一つの眉間にシワが寄って険しい表情になったヘッドパーツなんですけども、まあこれがね、これこそがブラックウィドウって感じでめちゃくちゃかっこいいですね。このヘッドパーツは髪型も先ほどのやつとはちょっと違う感じになっていまして、まあこれでしょうね。この顔が一番お気に入りですね。私はいや素晴らしい。限界まで下ろされた胸元のファスナーがなかなかいいですね。まあ素体がねちょっと今までの女性素体とは違うとはいえ、黒成型色一辺倒ですね。まあ後ろの方も問題なしですね。付属パーツいきましょう。まずは攻撃エフェクトがついた Windows バイトが2つ分と、攻撃し終わったのか煙のエフェクトパーツがついた Windows バイトが2つ分。ハンドガンの方はサプレッサーがついていないやつとついているやつ。このサプレッサーは外すことはできません。マズルフラッシュのエフェクトパーツに煙のエフェクトパーツ。ハンドパーツは銃の握り手が左右分とグーの握り手が左右分。武器の握り手に関しまして可動方向が違いまして、まず左手がこんな感じの可動方向で、右手がこんな感じの可動方向になります。では続いてエレーナ参りましょう。まあ目は見えない、見えないというかマスクしていてないんですけども、唇ですよね。唇の造形、そして塗装が素晴らしくて、ちょっと口角が上がった感じでめちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、エレーナ・ベロは2代目ブラックウィドウなんですけども、このマスクなんでしてるかっていうのが正直ちょっとわからなくて、もともとの素顔がこんな感じの普通の顔なんですけども、でとある事情で全身大やけどを負ってしまって、まあ顔もねすごいただれてしまうんですけども、でその後なんやかんやあって再登場した時にこんな感じのコスチュームになって登場するらしいんですけども、まあとにかく複眼マスクめちゃくちゃかっこいいですよね。まあかっこよけりゃ何でもいいでしょう。ボディの方も先ほどのブラックウィドウ同様黒の成型色一辺倒ですね。後ろの方も何か変わったものがあるわけでもありませんね。
付属パーツいきましょう。まずはライフルとそれにつけるストラップ。サプレッサーがついているのとついていないのとそれぞれ1丁ずつ。マズルフラッシュのエフェクトパーツに、こちらは煙のエフェクトパーツなんですけども、こっちは何やら茶色っぽいですね。手首パーツは左の銃を握り手と右の握り拳。では2体並べての可動範囲いきましょう。まずは頭部。外しますと、このようなジョイントで、これはね、エレーナの方も同じです。上向きは、ナターシャがこれぐらいいけて、エレーナの方は髪の毛が干渉して、ほぼほぼいきませんね。ナターシャの方、ロングヘアに変えてあげると、こっちも髪の毛が干渉して、上はほぼほぼいきません。下へは2体ともこれぐらいいけて、首の回転は2体ともボールなのでこんな感じでぐるりと回ります。上半身が一番違うところが多くて、まずナターシャはこんな感じでバタフライジョイントがあるんですけども、エレーナの方はバタフライジョイントがありません。そして二の腕、ナターシャの方にはバイセップス、二の腕のロールがあるんですけども、エレーナの方には二の腕のロールはございません。水平はエレーナの方がよく上がります。肘はナターシャの方は二重関節でここまで曲がって、エレーナの方は一重でここまで。そしてエレーナの方はこんな風に肘が回転するんですけど、ナターシャの方は回転しません。胴体の可動なんですけども、まずはナターシャ、胸とお腹でこんな風にボールジョイントでつながっていて可動あって、で腰ですね、この部分でこのように可動箇所があります。エレーナの方は胸とお腹でボールジョイントでつながっているだけで、先ほどのような腰の部分に可動箇所はありません。それを踏まえての可動範囲、後ろへはこれぐらいで、前へはだいたいこれぐらい。下半身の可動は前へはナターシャの方が若干上がりますね。膝はどちらも二重関節でここまで行くんですけども、ナターシャの方がよく曲がりますね。で、最大の違いはこのエレーナの方を見てもらったらわかると思うんですけども、ピンが見えてますね。このナターシャの方はいわゆるピンレスですね。私ね、ピンあろうがなかろうがそんなに気にはならないと思っていたんですけども、やはりない方がすっきりしますね。開脚はここまでできて2体とも大差ありませんね。足首に関しましては若干ナターシャの方が上がる感じ。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号と同シリーズマーベルレジェンドのアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、終わります。それじゃあね、バイビー、ありがとう。